こんにちは、シトレイです。今回ですね、2月の東京ストリートスナップですね。今回はですね、ファッションショーがいくつかこの時期に2月あったんですけども、その時に撮らせてもらった子が多いかな。あとは普通に街で撮らせてもらった子とか、あとはルーキーの子もいますね。総勢10人ですね。ぜひぜひご覧ください。どうぞ。じゃあ改めましてなんですけど、お名前と職業を教えてください。名前は伊藤と申します。はい、職業はジ・エレファントの東京店で店長をしてます。店長してます。はい、どれくらい店長しているの？4年くらいですかね。長いね。入ってすぐに、もう割とすぐ店長になったので。なるほど。じゃあ伊藤君、今日のこなしを聞いてみたいんですけど、まずこのジャケットは？これジャケットはラフ・シモンズのテーラードジャケットで。綺麗な形。形良くて、僕のラフ・シモンズ結構好きで。これは動画で買ったやつです。中には何を？これ中はいっぱい着てるじゃん。今季のこれで1枚の。あ、そうなんだ。なんですけど、生チェコっていう、エレファントでも取り扱ってるブランドのカーディガンで、シャツが？シャツは古着のワイズですかね。なるほど。でもモヒモヒのこのデニムはちょっとボロボロになってきて。これデニムなの？はい。あ、そうなんだ。触っていい？はい、ぜひぜひ。あ、デニムだわ。全部こうニードルパンチでこう、糸を中から出してるっていうデニムで、これがこれもエレファントで買ったアイレイっていう、はい、ブランドのデニムですね。靴は？靴はコンバースのレザーの、はい、やつです。こんな感じになっております。じゃあ伊藤君がね、ファッション好きになったきっかけ。地元北海道なんですけど、が私服の高校だったので、周りの友人とかの影響もあり服好きになったっていう感じですね。周りの友達は結構古着が好きだったりで、それでこう一緒に当時札幌の古着屋さんとか行ったりして好きになっていったって感じですかね。一番最初に買ったものとか覚えてる？一番最初に買ったのは分かんないですけど、でもこのベルトは、はい、もうずっと僕が高校生くらいから使ってる古いコーチのベルトだったかな。これはもうなんかずっと使ってますね。エレファントに入ったきっかけは何だったの？入ったきっかけは、おりみさんがサレンっていう古着屋で働かれてた時に、渋谷だよね。はい、札幌のパルコでパッパ買ってくれた時があったんですけど、そこに僕が当時札幌にいたので、遊びに行って話すところから、おりみさんと仲良くさせていただいてて、で、そうですね、僕がその当時大学生だったんですけど、卒業してから伊藤働いてみるっていう感じで。東京来ないか？ですね。おー、すごい。それで上京したの？そうです。大学卒業と一緒に？はい。で、サレン入って、で、店長になって。そうです、はい。すごーい。ありがとうございます。じゃあ、今最近気になってるブランド。先週ぐらいまでオリミさんと2人でパリのファッションウィークに行ってたんですけど、ウォルター・バンベイレンドンク。うわ、懐かしい。がすごいこうショーを見てぶっ刺さった。かっこいいよね。あの人はレジェンドだよ。かっこいいなっていうのと、今期からSS からやるんですけど、プロトタイプス。はい、もともとデムナ・バザリアがいた頃のベトモンのチームでやってた2人組が独立して今やってる結構インディペンデントなブランドがあるんですけど、うちの古着好きなお客さんでも結構セレクト好きなお客さんでもハマるというか、僕も古着好きなんで、すごい今惹かれてるブランドの一つですね。SS だからじゃあもうちょっとしたら見える感じか。そうですね、来月3月ぐらいには立ち上がってくるかなと思います。じゃあまたチェックしに行きます。ありがとうございます。じゃあねー。じゃあ改めましてなんですけども、お名前と職業と、教えてください。はい、ヒロトで、エレファントのスタッフとして働いてます。はい、じゃあ早速なんですけど、着てるもの聞きたいんですけど、このトップスは？このトップスがハリシっていう、なんかロンドンのストリート系のブランド。で、中はなんか日本地図書いてあるけど。そうです。このヒティハパっていう、昔の日本のブランドなんですけど。クマがいますけど。これは今季のバケラのクマのチャーム。はい。かわいい。で、パンツが？これも今季の新作のバケラのカーゴパンツというんですか。すごいなんかこう当たりがかっこいいね。デザインとこの生地感がすごい好きですね。なるほど。で、靴がアルフレッド・バニスターっていう。おー、懐かしい。日本のやつだよね。ではですね、ファッション好きになったきっかけ。
以前までこのジエレファントで働かれてた、うんうん。アズリーさんっていうスタッフがいたんですけど、アズリーさん。はい、うんうんその方にずっと憧れてて、色物を使った服装が好きになりましたね。で、そして、エレファントにも入りたくなっちゃった。なっちゃって。今いると。じゃあ、ありがとうございましありがとうございた。ますじゃあねー。はい改めまして、お名前と職業教えてください。ザナです。エレファントっていう店でうんバイトしてます。じゃあ、今日着てるものを着たいんですけども、はい帽子はこれ D スクエアード。ディスクエアド。はいで、トップスこれはラーレっていううん。あラーレ。おお、かっこいい。ちょっと古着っぽい感じの色合いでいいね。これがウォルター・バンベイレンドンクの、おお、最近話題の。はい、ウォルター先生。なるほど。はいで、その猫みたいのはこれは RNA っていうなんか日本ギャルのやつだ。懐懐かしい昔のやつ。めちゃめちゃ RNA、なんか平成分に聞きました。パンツは D スクエアード。ディスケード好きなんだ。はい、好きです、めっちゃ。へえ。で、靴が靴これ煙っていう煙。日本のあ、すごい。ブランドで、おお。おしゃれ好きになったきっかけは何でしょう。両親がうんどっちも服めちゃくちゃ好きで、あ、そうなんだ。それの影響でへえ。好きになりました。すごいね父親がうん。 D スクエアード好きで、うん。あ、だから。そうです。なるほどね。じゃあ一番最初に自分のお金でお小遣いで買ったものとか覚えてる？お洋服。京都の古着屋さんでイギリス軍のうん。軍物のジャケットのベストみたいな、中学3年生とかですか。へえ、すごい。まだ持ってたりする？持てます持てます。おお。それだけめっちゃ。なんかエレファントの人は物持ちがいい人が多いね。じゃあなんでエレファントにバイトするようになったの？堀美さんがんスカウトっていうかうん話くれて、あ、もともとお客さんだったとかそういうこと？お客さんで、あずりくんっていう人がもともと働いてて、うんうん。かっこよすぎてめちゃくちゃ好きで、さっきの子もなんかあずりくんに影響されたって言ってたような気がする。あずりくんってどんなそんなすごい人なのめちゃ？くちゃかっこいいです。ありがとうございました。じゃあねー。じゃあ改めましてなんですけども、お名前と職業を教えてください。伊藤光馬と申します。小川君、ご職業は職業は学生をやっております。今大阪のモードでしたっけ？そうです。なるほど。そして、僕はお名前は中井龍斗と申します。龍斗君同じく学生で大阪モード学でございます。です。はい。でもさ、今ここ青山にいるんだけど、何しにここにいるの？インターンシップです。インターンシップ。はい。インターンシップを1ヶ月くらいやんなきゃいけないんだっけ？はい。はい。どこでやってんの？ブティックカンパニーです。こちらです。金子さんとこです。皆さん覚えてますでしょうか？いた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 。そうなんだよね。なんかご縁重なってね。はい。はい。じゃあ早速なんですけども、着てるものをコバ君から聞こうかな。じゃあ、はいメガネ。メガネがこれがアイバンの7285になります。なるほど。はいで、ネクタイじゃなくてスカーフかな？これが古着なんですけど、一応ユーロのものになってて、シうんうんャツがフランス製のコムデ・ギャルソンのうんうんシャツになってます。なるほど。はいで、ジャケットがジャケットがニートっていううんブランドの、うんうんこれオーダーしたものになってます。オーダーなんだ。はいすごいね。それでパンツは？パンツもこれニートで、うんうん和紙の素材のパンツです。だからちょっとパリッとしてんだね。そうなんですよ。へえ。バキバキでバキバキだね。はいかっこいい。ニート好きなんだ。ニート大好きです。で、靴が靴がフローシャイムです。フローシャイム。はいで、なんかつけてますけど、この上じゃ何？これは先ほどデニムの採寸の方をさせてもらってて、うんうん。メジャーです。メジャーです。はい、じゃあ、着てるものお願いします。はい。シャツは？シャツはナイスネスですね。ナイスネス。はい。なるほど。で、ジャケット。ジャケットも彼と一緒でニートの。本当ニート、オーダーしたもの本当ニート好きだね。そう二人とも。で、パンツは？パンツがアメリカのブランドのレディホワイト&コーっていうブブランドさんのものです。すごい落ち感綺麗だね。そうですよね。うータんックも綺麗に。ね、入って脱いでて。入ってて。で、靴は？靴がオールデンになります。オーデンですね。はいなるほど。ファッション好きになったきっかけ。僕はずっとスポーツうん幼稚園の年長ぐらいから高3までやってたんですけど、ちょっとやめちゃって、うんその時にちょうど好きだったファッションにうんのめり込んで、うんそのままお仕事にしたいなと思うようになりました。なんで高校3年生の時に運動の次はファッションだって思ったの？そうですね、ちょうどコロナの期間中であーそうか練習行けなくなって、うんうん。でその時にちょうど大好きだったんでお洋服が、うんうん。でのめり込んだっていう感じもうです。じゃあ学校もそっち系行こうみたいな。そうですね。はい、そしてはい。僕は完全に両親の影響で、両親がずっと
服が好きで、うんうん、なんか僕が幼少期の頃からなんかそういうおしゃれなものだったりを着させられてたというか、あ、そうなんだ。それきっかけでなんか徐々に自然となんかこう好きになったというか、自分でも選びたいなみたいな、はい、じゃあ初めて買ったものが覚えてる。自分のこう僕これ欲しいみたいな。あ、でも最初好きになったのがミリタリー軍物で、うん、最初に自分で奮発して買ったのは、うん、M65 のモッツコートを奮発して買いました。それいくつくらい？高校1年生。早いね。早いね。早いっすねこの子。早熟ですね。なるほど。お年玉貯めて買いました。なるほど。はい、じゃあ引退頑張ってください。はい、じゃあねお名前と職業教えてください。佐々木なるです。はい。古着屋のスタッフをやってます。どこの古着屋さんですか？ FOL ショップという古着屋さんでスタッフをやってます。ここです。ここです。FOL はどこにあるんだっけ？駅で言うと。松陰神社前駅です。そうだよね。どれくらい働いてんの、なるくんは。まだ、半年ぐらいです。なるほど。はい。はい、じゃあ全身はこんな感じなんですけれども。じゃあなるくんに、このキャップは？これはお父さんからもらったメルセデス・ベンツのキャップ。かわいい。で、モコモコは？モコモコは、古着のセブンティースぐらいの、本当に羊のファーのベストです。へえ、かわいいね。すっごいモコモコだね。ベスト。めちゃくちゃモコモコで。はい、ベストで。あったかい？めちゃくちゃあったかいです。で、インナーは？インナーは、ヘインズの、もう本当に古くもない小さいスウェットです。ジャケット。ジージャンは、90年代のオールドギャップの、でっかい白のジージャン着てます。なんかこの襟の周りとか超いいね。このちょっとボロッとなった感じ。汚れないように保つのが大変です。白だしね。はい、で、綺麗なパンツは？これは、新品なんですけど、スラックスを履いてて、シャーデーっていう。シャーデー。はい。日本のブランド？日本のブランドです。で、靴は？靴は、これも古着の、一応エンジニアブーツ。あ、エンジニアブーツなんだ。はい。かっこいい。形が結構尖ってて、綺麗にも、カジュアルにも履けるんで結構気に入って、お洋服好きになったきっかけ教えてください。地元の横浜の古着屋さんのスタッフと出会って服を教えてもらったことです。全身を毎回スタイリング組んでもらってみたいな。それいくつくらい？高校1年生とかですね。はい。で、今でもその人からいつも服を買ってます。古着屋さんになりたくなったきっかけは？その人に憧れて、そういうスタッフになりたいなと思いましたね。だからここで修行を積んでるわけですね。なるほど。じゃあ、なるくんの新しいお店がいつかの将来行けるの楽しみにしております。ありがとうございます。じゃあねー。お名前教えてください。そのリエです。リエさん。はい。はい。今日は何のショーに来てたんでしょう。今日はですね、卒業生、モード学園で働いてるんですけど、卒業生の長野さんのセブ支部の。モード学園だったんだ。はい、そうです。引きで撮ります。こんな感じです。こんな感じです。可愛いです。じゃあ早速なんです。着てるものなんですけども、メガネは？メガネはこれヴィンテージです。ヴィンテージ。で、ふわふわのブラウスなんですけど、内田文香さん。文香内田。で、中がデニムのシャツ。デニムはこれはですね、ヴィンテージです。なるほど、かっこいい。で、バッグ。はい。バッグはアライアの。アライア。で、パンツも内田文香さん。文香。で、靴。とこのコートがアライアです。アライア好きなんですね。すごい。手書き誰の手書きっていう、なんか微妙に絵心がある。いい、好き。指はエルメス。全部エルメス。すごい、この大きさの珍しくない？大きいんですよねえ、かっこいい。今気になってるブランドとかあります？ボワールとかのケンニョミヤ。はい。なるほど。じゃあ、ありがとうございます。
はい、じゃあペリちゃん改めてましてなんですけど、お名前と職業を教えてください。ペリです。職業は DJ とあとデザイナーをしてます。何のデザイナー？今この服を着てるプールでっていうブランドで、去年立ち上げたばっかりなんですけど、そのデザイナーをしてます。です。今ちょうど展示会に来ちゃいました。可愛いんだよね。ありがとうございます。コートがプールで。はい、コートはプールでの25なので、これはベルがあるんですけど、これが私一押しなので。なるほど。横とかもね、こういううわ、ポワンかわいい。ほえー。用意でパンツが。この同じ形のレースとあとスパンコールのストライプもあるんですけど、これね、ちょっとドロップしちゃったんですけど、なるほど。参考商品って感じ。なるほど。で、靴が。いいと思います。で、プールでといえば指輪見てこうやってこれね、婚約指輪を4個4人検討中の婚約指輪。そう。モテモテじゃないですか。あとこのちょっとぶら下がってるような形のこのリングで全部925だから週が925だからアレルギーが出にくい。あ、それいいね。あとね、これがビジュアルアイのハートのリングで。でこれもプールでのリボンちゃんのアーマーリングですね。あ、じゃあプールでのコンセプトってありますか？実際にあった架空の話っていうコンセプトで、何かって言ったらなんか夢の中で見てることってなんか現実感あるじゃないですか。でも起きたらそれがちょっとなんかふわふわっとした消化不良の気持ち悪いことだったりありえないことだったり確かにそうするからその気持ち悪さをデザインに反映したいと思って当たり前のようで当たり前のようじゃないみたいな。例えばこの婚約指輪は4個並ぶことはないけど4個並べたとか、ちょっとした違和感みたいな日常の中の。そうですね。そういうのでをコンセプトとしてます。1個ずつ変わってんだよね、ベルトとかね。ちょっとずつ、はい、そうですね。今回ベルト買わせてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね。はい、ありがとうございます。森由美です。ベルベッティインディゴブルーブラックのデザイナーです。で、ちょうど展示会やってて、こんな感じのパンツだけなんだよね。そうです。パンツだけに特化したブランドでございます。とても可愛いのですけれども、じゃあ早速なんですけれども、着てるものを教えてください。このトップスは？トップスはペレックです。ペレック。で、中は？これは、ピッチュはペアンベイです。翼くんとこです。ペアンベイです。ペアンベイです。中。ドロワーです。ドロワーで、パンツがベルベッティインディゴブルーブラックです。おー、この透け感が良き。いいね。大人の透け感だね。パンツが結構、マニッシュなパンツなんで、やらしくない。確かに結構透けててもやらしくない。で、靴がバレンシアガです。バレンシアガです。こんな感じです。じゃあ、ミミさんがファッション好きになったきっかけって何なの？好きになったきっかけは、もともと音楽が好きで、多分楽器とか歌が上手だったら、そのバンドマンとか歌手になりたかったんだけど、それは苦手だから、でもライブとかすごい行ってて、カルチャーと音楽につながるファッションがすごい好きで、昔だとやっぱ SNS とかないから、洋服屋さんに行って、みんなそこに集まって、そこでいろんなファッションのこう情報交換をやってっていう、こう、なんかコミュニケーション。洋服屋さんが起点になってたから、なんか何するにもやっぱり洋服がすごく大事な位置を占めてたんだ。じゃあ最初に買ったものとかって覚えてる？自分が働いてこうボーナスをもらった時に買ったのは、純也のムートン。おー、大きいの来ましたね。来ましたね。それはすごい自分で働いて買ったやつだから覚えてる。なるほど、いい話。じゃあありがとうございます。ありがとうございます。はい、お二人改めて職業とお名前を教えてください。高木恵理子です。です。回転寿司のデザイナーやってます。です。はい、笠井美香です。です。ロンドリービスのデザイナーやってます。今日二人どこ行ったの？今日はね、国旗のショーを見てきました。国旗のショー、五反田特区、ピヨシ。洋服なんですけども、上から、何着てるの？帽子から。帽子はメゾンドリリスの帽子をかぶってます。で、どうしよう、このファーのコートは、キーパルさんのクリンクルと思った。はい。で、オールインワン。ついてるんだけど、オールインワンが国旗です。国旗です。はい、新作でーす。今日はファッ
パッチワークみたいになってる。そうなんですよ。へえ。で、はい、バッグでバッグ2つあるんですけど、両方ともヴィンテージで、ヴィンテージこっちはエッセンシャルストア。あ、エッセンシャルだ。こっちはなんか謎の双眼鏡入れです。謎の双眼鏡入れ。双眼鏡は入ってない。入ってません。入ってません。入ってます。と靴は？靴はパラブーツです。パラブーツ。はい、ミカエルです。なるほど、素敵です。コート。コートはヴィンテージです。ヴィンテージで、はい、中が。中はガブリエラ・コールガーメンツ、アレンテージ。巻いてるのは、エクストリームカシミヤで、国旗の新作のパンツで、靴はドルスバのペンです。じゃあ洋服好きになったきっかけ？中学生の時に、私身長がでかいから、何を着てもなんかしっくりこなくて、でおばあちゃんがスカート作ってくれたんですよ。なんかね、可愛いスカート、花柄のスカート作ってくれて、で一緒に作るようになってきて、作るのが好きっていうところからかもしれない。じゃあありがとうございます。じゃあね。お名前と職業を教えてください。関純平です。ファッションインプルーバーという、仕事をしております。はい、どんな仕事なんでしょう？レイちゃんに名前を、つけてもらった仕事なんですけれども、インプルーブ、改善するっていうところで、いろんなブランドさんだったりショップのいいところを伸ばすっていうようなお仕事。日本のブランドを海外に出ていくお手伝いとか、海外のブランドを日本に、展開させてお手伝いとかですよね。はい。そしてあなた今ここどこなんだっけ？ここ五本木。五本木学芸大学駅から徒歩10分ぐらい、キーライムというお店をやっております。そうなんですよ、キーライム、ここです。で、キーライムのここで撮らせてもらっております。で、早速聞いていきたいんですけれども、帽子。はい、アウェイクニューヨークです。はい。じゃあ、メガネはバディオプティカル。バディオプティカル。はい。で、このちょっとニュアンスのあるジャケットはどこの？は、カル。カル。はい。このなんかボケボケしたところがかっこいいね。かっこいいよね。なんかちょっとこう手織りじゃないけど、なんか糸がボソボソしてる感じもいいね。なんかね、温かみがちょっとやぼったいのも。そう、ちょっといなたい感じが良い。で、中はレザーですか？はい。これはレザーのシャツで、これもカル。カル。はい。緑のいいやつがいいね。そうなんです。あと、セックンといえばアクセサリー使いですけれども。はい。この金色のかっこいいのは？金のは昔古い、ティファニーの、ゴールドのネックレスです。あ、今日の時計は何ですか、あなた？今日は、カルティエのサントス。おー。1980年のやつと、そうですね。あとはこうジュエリーこんな感じで金づいて。でもシルバーとゴールドの組み合わせがかっこいいね。コンビが好きで、全部金だと値段もそうだし見た目も強すぎちゃうので。そうだね。なんかギラついてるもんね。そう。でもやっぱりもうおじさんなので、ちょっと貴金属の輝きを借りて、はい、素敵でございます。パンツは塩田。塩田。はい。で、靴がはプレミオゴルドっていう日本のブランドさんと、僕の方で一緒に作った、特別な別注モデルみたいな。キーレムで買えるの？キーレムでも買えます。なんか置いてあるものはどんなものが置いてあるよとかあるの？自分が好きなシンプルなんだけどちょっと奥深いというか、街に溶け込める。なるほど。もう見る人が見たらちょっとあの人いいよねみたいなくらいのニュアンスを、心がけて、そういうスタイルをちょっと提案できるようなお洋服をセレクトしております。なるほど。この間どっかで読んだんですけど、紳士はね、目立たないのが一番最高なんだって。街を歩いてて、こう振り返られるとそれは失敗なんですって。そういう紳士の服を作ってるわけですね。はい。なるほど。心がけております。素敵でございます。頑張ります。じゃあ暖かくなったらします。お願いします。じゃあね。ありがとうございます。はい、総勢10人ボリュームたっぷりでお届けさせてもらいました。皆さんはどのスタイリングだったりとかどの子が気になったかありますでしょうか？ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。あとはですね、来月はですね3月なのでパリコレですね。パリコレベスト10くらいのストリートスナップをお届けしたいなと思うので、これもまたお楽しみに。じゃあねー。